いよいよね、梅、みすず。私たちが共演する渋谷サウンドフェスが始まるわ。準備はいいかしら？はい。いつでも行けます。心強い。この1年研鑽を重ねただけあるわね。与えられるものは全て与えた。盗めるものは全て盗ませた。プロデューサー獣王セナが手塩にかけて育てたあなたたち、その勇姿を、輝きを存分に見せつけてきなさい。お任せください、プロデューサー。あなたの担当アイドルが会場を虜にしてきます。見ていてくださいね、プロデューサーちゃん。私たちのエンドレスダンスを頼もしくなったわね、本当に。この1年で。さあ、今日から本格的にレッスンを始めるわ。いい返事よ。全員揃って。あら？どうなさいましたの、セナお姉様。みすずがまだみたいね。連絡はしていたはずだけれど。何か知っているのね。体調不良で欠席？早退？お昼寝です。そう、お昼寝。お昼寝？でも集合時間はとっくに。みすずちゃんは気にしないと思います。気にしてほしいのだけど。というか、あなたたちの落ち着きぶり、まさか普段から？はい、畑谷さんは我らが1年2組を代表する不良生徒なのです。不良？みすずが？セナ先輩、気づくの遅いですよ。そんな、あんなに貧困法制そうな会見なのに。お姉様、ショックを受けている場合じゃありませんわ。畑谷さんを連れ戻しましょう。花見さん、任せて、ちなちゃん。セナ先輩、行ってきまーす。言ってしまったわ。連れ戻してきました。早いわね。シナはどうして平然としていられるの？いつもの方ですものね、花見さん、畑谷さん。はい、梅さんは私を捕まえる専門家ですね。というわけでセナ先輩、これからみすずちゃんがいなくなった時は私を頼ってくださいね。ええ、頼むわね、梅。それではお昼寝に戻ります。そう、頑張っていらっしゃ。ではなくて、油断も隙もないわね、あなた。今日からレッスンを始めるわ。そう連絡したでしょ？はい。ですから雲隠れを試みました。見つかっちゃいましたが。これがみすずの本性。いいわ。問題児だからこそプロデュースしがいがあるというもの。逃がさないわよ、みすず。さあみんな、今度こそレッスンを始めましょう。以上が
文化祭での各クラスの出展内容です。参考になりました？ええ、どのクラスもバラエティに富んでいるわね。生徒会も負けてはいられないわ。すべて私に任せなさい。と今までの私なら率先して動いていたことでしょう。今日は違うんですか？ええ、梅、みすず、今回はあなたたちが企画なさい。いいんですか？まあ、面倒かしら？いいえ、今や生徒会の皆さんは私にとって大切な方々。力になれるのなら嬉しいです。ぜひやらせていただきます。申し訳ございません。いつもながら主体性のない後輩で。いいえ、いいえ、まさかあなたがそんなことを言ってくれるなんてね。きっとツバメがここにいたら泣いているわ。大げさです。みすずちゃんが照れてる。もう梅さん、からかわないでください。それより今回倉本さんには頼れません。ちなちゃん最近忙しそうだもんね。私たち2人ですっごい企画を考えよう。頑張ろうね、みすずちゃん。はい、はだはだに。アイデアがまとまらない。まとまりませんね。どんな出し物がいいかなーって。学園の皆さんから意見を募ってみましたが、要望が集まりすぎて逆にまとまんなくなっちゃった。腕相撲選手権、のど自慢大会、戦国歴史展示会に同人誌即売会、その他もろもろ。案を出してくださった本人は楽しんでくれるでしょうが、みんなが楽しめるものかっていうと違うかもしれない。いいんですか？腕相撲選手権にしなくて。みすずちゃんこそてまりちゃんとのど自慢大会に出場したいって言わないの？きっと梅さんと同じです。先輩方に託された仕事ですから。きっちり果たさないとだよね。さあ、仕切り直しです。どんな企画がいいでしょう？せっかくの文化祭だし、その日限りの特別な思い出が生まれるような出し物がいいな。素敵な考えですね。では、それを具体的な形にするために地道に動いてみましょうか。よいしょっと。この辺りの資料がそうだったはずです。開校以来執り行われてきた全ての文化祭での出展内容の記録ですね。すっごい量。これが全部？過去の事例にヒントがあるかもしれません。ただ、数が膨大なので。手分けして探してみよう。なんだろうこれ。オリジナル演劇の企画書と台本？
一度参加したら二度と同じ演目に参加できない体験型謎解き。これだー。その日限りの特別な思い出というコンセプトにもぴったりですね。こういうのを探してたの。謎解きの内容をアレンジすれば大枠は流用できそうですよ。手伝っていただきますか？こういう謎作りが得意な方に。ねえみすずちゃん、私から言ってもいいですか？いいよ。最後まで二人で作りましょう。素敵な文化祭になりそうね。みすずちゃん、ちなちゃん、セナ先輩からの宿題やってきた？メールインタビューへの回答のことでしたら、もちろん。フリートークの欄には少々悩んでしまいましたが、私たち生徒会に興味を持ってくださった編集部からのご依頼ですもの。しっかり仕上げてまいりましたわ。見せ合いっこしようよ。あたしはこれ。まあ素敵なインタビューですわね。花見さんが咲お姉様のことをどれだけ深く思っていらっしゃるか伝わってきますもの。えへへ、そうかな。私のインタビューはこちらですわ。いかがでしょうか。私たちのこと書いてくれてる。いつもお世話になっている大切な方々のことを中心に書いてみましたわ。なんだか照れくさいですね。みすずちゃんはどんなことを書いたの？生徒会へのインタビュー企画ということでしたので、いつもお世話になっている生徒会の先輩方のことを。こちらです。みすずちゃん、これをセナ先輩に提出するの？はい。ぜひ先輩方に読んでいただきたいんです。いけませんわ。いけませんわ、畑屋さん。りなみ先輩以外の皆さんが怒り出すよ。つぶめ先輩が鬼になって暴れ出しちゃうよ。何の話だ。まったく貴様らというやつは。やっぱり怒られた。畑屋さんのせいですわよ。申し訳ございません。でもこうやって一緒に叱られるの楽しくはありませんか？いけませんわ。叱られている最中ですのに。そうか、何をごちゃごちゃ喋っている。まあまあ、そのくらいにしておきなさい。このインタビュー、確かに修正が必要なところもあるけれど、みんなよく書けているわ。本当ですか？
ええ、とてもあなたたちらしい心のこもった回答。先方もファンの皆さんもきっと喜んでくれるはずよ。やりましたね。畑谷は居残りで説教タイムだ。まあ会長、後輩どもに少々甘いのではないか。自覚しているわ。いつも代わりに叱ってくれてありがとう。構わん。貴様の気持ちもわかる。そうでしょ。梅、みすず、ちな、3人ともが別々の形で私たちに素晴らしい成長を見せてくれている。あの子たちは初星学園の希望よ。安心して卒業していけるわ。助けてください、セナ先輩。みすずちゃんが卒業生の先輩方と揉めちゃってて。安心してなんだって。今すぐ行くわ。案内してちょうだい。さあ、梅、みすず、2月の渋谷サウンドフェスが近づいてきたわ。瀬戸りに目を通しておいて。いよいよですね。燃えてきたこの瀬戸りは。わー、いきなりエンドレスダンスって書いてある。ええ、そうよ。1曲目から一気に会場のボルテージを上げようと思って。問題があるかしら？終わりです。エンドレスダンス、それは獣王セナがプリマステラになった日、優勝ライブで披露した伝説の楽曲。大げさ。梅、ずいぶんアイドルに詳しくなったのね。はい、私にとってアイドルは大好きな夢のお仕事ですから。今後私のことは初星学園のアイドル博士って呼んでください。ではアイドル博士にクイズです。獣王セナがプリマステラになった日、本戦で披露した楽曲は何でしょうか？簡単すぎるよ、みすずちゃん。獣王セナが星をつかむ曲、チューチューチューだ。当たりです。獣王セナといえばまずはこの2曲が定番ですね。なんだか恥ずかしくなってきたわ。後輩を驚かせてくれたお礼ですよ。改めて伺います。あなたにとって特別な曲を瀬戸りに入れた理由は何でしょうか？そして私たち3人の公演なのに、なぜ歌唱担当が私と梅さんの2人だけなのでしょう？セナ会長、まさか歌わないおつもりですか？ええ、歌わない。あなたたちに託したいの。エンドレスダンスを。私たちに？どういう意味でしょうか？あの曲は初星学園のアイドルが歌うために作られた楽曲。私だけのものではないわ。なのに
の優勝ライブ以降誰も歌わなくなった。エンドレスダンスは獣王セナに独占されてしまったの。もしもこのまま私が卒業してしまったらわかるでしょ。あなたたちに奪い返してほしいのよ、私から初星学園の宝を。それが次の課題ですか？そう取ってもらって構わないわ。ねえみすずちゃん、私たちのプロデューサーちゃんがこんなこと言ってるけどどう思う？きっと梅さんと同じです。せーので言いましょうか。せーの、嫌でーす。二人で歌って獣王セナのエンドレスダンスを上書きしろだなんて、担当アイドルの実力を低く見積もりすぎです。遠慮なんてらしくないです。セナ先輩も一緒に歌いましょうよ。あなた以外誰も歌えなくなった伝説のエンドレスダンスを。安心してください、ちゃんと奪い返してみせますから。あなたたち、申し訳ございません。伝説の楽曲、私だけのものにしてみせます。言うと思った。そうはさせないよ。伝説の楽曲は私がおかしい。生意気な後輩ね。なら挑んでいらっしゃい。獣王セナのエンドレスダンスに。頼もしくなったわね。思い出すわ。手探りで始まったプロデューサーとしての日々。アイドルを導く責任は重く、何一つ計算通りにはいかなくて悩んでばかりだったけれど、担当アイドルたちのおかげで今は胸を張れる。いいプロデュースができたわ。セナ先輩、もうすぐ出番ですよ。本番前に居眠りなんてアイドルとしてあってはならないことです。もうほんの少し考えに浸っていただけよ。ああ、私ってプロデュースの天才だったのかもしれないって。そこで真っ先に担当アイドルを褒められないところがプロデューサーの長所ですね。褒められていない気がするわね。そこがいいんですよ。私たちのプロデューサーちゃんは普通のプロデューサーじゃないんですから。そうね。私は獣王セナ、あなたたちのプロデューサーにして。初星学園のアイドルよ。さあ、あなたたち最初から全力でいくわよ。会場の皆さんにぶつけましょう。私たちの
私だけのエンドレスダンス。先輩、みすずちゃん、早くまあ梅さんったら本当に元気ですね。ライブをするとしばらくテンション上がりっぱなしになっちゃうんだ。みすずちゃんはなんで眠そうなの？ライブをしたので心身が休息を求めているんです。変なの。セナ先輩はどう思いますか？ごめんなさい、聞いていなかった。何かしら？セナ会長、先ほどから何を見ていらっしゃるんですか？エンドレスダンスを歌ってくれている動画が投稿されているのを見つけたの。これよ。初星学園のアイドルだけじゃなくて、こんなにたくさん。すごいでしょ。まだ一夜明けたばかりなのに。見る限り投稿しているのは昨夜のライブで梅に影響された人たちよ。あなたの楽しそうなパフォーマンスが楽曲にかかっていた呪いを解いた。それほどでもありますけど。それだけじゃないわ。見てちょうだい。月村さんからこんな相談があったの。次のライブのセットリストにエンドレスダンスを入れたいって。もう負けず嫌いなんですから。みすずの歌は実力者たちに新たな選択肢をもたらした。私の大好きな楽曲がこれからはもっともっと歌われていく。獣王セナが独占していた宝物がみんなの手に戻ってきたの。ありがとう。あなたたちのおかげよ。セナ先輩の過去動画すっごく伸びてますね。そうなのよ。新規の方々からの反響がもう嬉しくて。エンドレスダンスを継承する儀式、そう思っていたはずなのに手放すつもりがなくなってしまったわ。そんなことだろうと思っていました。アイドルが好きな曲を歌わないなんて我慢できるわけないですよ。本当にそうね。つくづく思うわ。あなたたちを導いているつもりでいて学ぶことの方がはるかに多いと。じゃあ今日も教えてあげますね。ライブ直後の遊び方。面白そうね。どうやって過ごすのかしら。まあ嫌な予感がしてきました。セナ先輩、みすずちゃん、これから一緒に歌いに行こう。あら、まあ